やり直し令嬢は竜帝陛下を攻略中。こちらのコンテンツは、角川ビーンズ文庫、やり直し令嬢は竜帝陛下を攻略中、朗読配信ガイドラインに沿って公開をしています。原作作品ホームページ、関連情報は概要欄から確認いただけます。今回は、第1章、発令、竜帝攻略作戦より、個人的にお気に入りの説を朗読させていただきました。それでは本編をお楽しみください。たった一戦だった。白銀の剣が蛇のようにうねって伸び、一帯をなぎ払っていく。空と大地を食い散らかす獣のようだ。山が砕かれ、地面が割れ、補給線を分断された。戦線が崩れ、もはや人権を整えることも叶わない。闇夜を照らす戦火があっという間に広がっていく。空からの容赦ない攻撃に、もはやこちらの敗北は決定的だった。一人残らず殺せ。赤く燃える夜空からこちらを見下ろして、隣国の皇帝が感情のない声で命じた。子供も女も赤ん坊も関係ない。あの女の眷属など生かす価値もない。ゴミだ、虫けらだ。生きていること、それ自体が罪だ。その声は真冬の吹雪よりも無慈悲に周囲を凍りつかせる。だが簡単には殺すな。母親の前で赤ん坊の目をえぐれ、夫の前で妻をなぶれ。兄弟で殺し合わせろ。生まれてきたことを詫びさせろ。死なせてくれと叫ばせろ。希望も愛も夢も絆もすべて蹂躙しろ。何一つ残すな。俺がそうされたようにだ。それは虐殺だ。信じられない命令に両目を見開いたジルは頭上を仰ぐ。堰を切ったように上がる怒号と悲鳴に敵国の皇帝は金色の目を見開き交渉していた。悪逆非道の呪われた皇帝。人を人とも思わず踏みつけなぶり、その様を楽しむ狂気の王。自分の目で確かめるまでは信じるまいとした現実がそこにあった。止める。剣を握り、ありったけの魔力を込めて地面を蹴り、遥か高みにいる皇帝のもとを目指す。戦争とはいえ、一般人を巻き込んでの虐殺など許せるはずもない。けれどそれ以上に許せないものがあった。こんな敵ではなかった。銀色の魔力が民を守るためだけに夜空をかける様は本当に美しかった。敵ながら見惚れるほどに鮮やかに勝敗を決め、犠牲を最小限にとどめ、余裕の微笑を浮かべながら撤退を促すその姿は高潔ですらあった。なのにこの皇帝はいつからこんな風になったのだろう。ふと顔を上げた皇帝が突っ込んでくるジルへ向けて虫を振り払うような仕草で魔力の塊を叩き込んできた。それをジルは両腕を広げて正面から受け止めて歯を食いしばる。両腕に力を込めて気合と一緒に腕の中で風船を割るように無散させた。その派手な破裂音に地上も空も我を帰ったように静まり返る。斬撃を命じた皇帝自身も驚いた顔をして振り向いていた。振り向かせてやった。そのことに勢いを得たジルは危うく死ぬところだったのも忘れて叫んだ。うちの負けだ。認める。だからそちらは早々に兵を引き上げろ。皇帝が淡麗な眉をわずかに潜めた。負けているのになぜお前が命じる。
話ができるじゃないかと、その人並み外れた美貌に向かってジルは胸を張る。どうしても誰かをいたぶりたいなら私だけにしろ。捕虜になってやる。だから他には手を出すな。奇妙な生き物でも見るように上から下までジルを眺めた皇帝は軍神令嬢とつぶやき、薄い唇にあざけりを浮かべる。ご立派なことだ。だがどうせ最後はどうして自分がと醜く泣き叫ぶ。誰が泣かされるか。お前のような弱い男に。弱いだとこの俺が竜帝に向かってよく言った。もういい、殺してやる。ではお前は私より強い男か。口恥を上げて笑い損ねた皇帝がこちらを初めてまともに見た。金色の猛動な瞳にまっすぐジルは剣先を突きつけた。そうやって憂さ晴らしをするお前は本当に私より強いか。金色の瞳が一瞬だけ何かを訴えるように輝き、そして消える。今日がそがれた。全軍引け。抑揚のない声が突然の命令を下した。まさか本当に兵を引くとは思わなかったジルは思わず声をかける。いいのか。おい、答えろ。私を捕らえなくていいのか。お前のような色気のない女を捕らえて何が楽しい。ポカンとしたジルを残して蜃気楼のように皇帝の姿が描き消えた。後には魔力の残滓が蝶の羽ばたきのように舞うだけ。あれだけいたはずのラーベ帝国兵の姿も消えていた。あっけない終わりだった。だがジルの心中がそれで収まるはずがない。私に色気がないだと。一拍置いてブチギレたジルを部下たちが全員で斜めにかかってくれた。それはジェラルドに冤罪をかけられる少し前、つい先日のこと。そしておそらく今から6年後のことでもある。ああ、昨日でも6年後でもいい。やっぱり全部夢だ。夢に違いない。目が覚めたら生きているといいなと思った。できれば奇跡的に木の枝に引っかかって落ちたとかで気絶していた展開を望みたい。実は無事だった優秀な副官が手を回して運んでくれていたとかだとなおいい。だって今寝ている場所はこんなにも暖かく柔らかい。はっと目が覚めた。軍での起床よろしく飛び起きる。髪に飾ってあった大きな聖火が落ち、ゆっていた髪がほどけて肩からこぼれ落ちた。握って開いてみた手のひらは、やはり記憶より小さい。金糸の刺繍で衣装を施してあるシンクの羽布団に埋まっている足も短い。ふと風を感じて裸足で寝台から降りた。分厚いカーテンの隙間から日差しが差し込む窓の外を背伸びして覗く。見覚えのある中庭だった。ここは王朝の客間か。ああ、よかった。目が覚めたのか。続きの奥の部屋から入ってきたのは先ほど夢に出てきた相手だった。ハディステオス・ラーベ。夢よりもまだ若い。だが見間違うことなどありえない。隣国ラーベ帝国の美しき皇帝。思わず両手で拳を作った。今が6年前ならばまだラーベ帝国と開戦していない。だから今は敵ではない。分かっているが、ジルはこの皇帝の圧倒的な力を戦場で目の当たりにした記憶が生々しく残っているせいで警戒が解けない。そんなジルの様子が分かっているのかいないのか、ハディスはつかつかと歩いてきて目の前にしゃがんだ。時計の秒針の音が響くだけの沈黙が部屋中に広がる。人並み外れた美貌にひたすら見つめられ、
頬がつらないように頑張っていると、ややあってハディスが言った。もう一度求婚してほしい。はい？これが夢じゃないと確かめたい。警戒も忘れてほうけてしまった。だがハディスはジルをじっと見つめて視線をそらさず、返事を待っている。その一途な瞳に、実家にいる軍用犬がなぜか思い浮かんだ。6年ごとずいぶん印象が違うような。どうしたものかと迷っていると、怪げそうにハディスが眉を寄せた。どうして返事をしない？ひょっとして、まだ具合が悪いのか？私はどうしてここに、記憶が曖昧で。気絶したんだ。まだ無理はさせない方がいいな。失礼。突然抱き上げられた。そのまま有無を言わさず先ほどの寝台まで運ばれる。眠れないかもしれないが、横になっていた方がいい。丁寧にジルを寝台に下ろすハディスの動作は気遣いに満ちていた。それとも何か軽く食べられるものでも用意した方がいいかな。ああ、起きているならこれを。足元が冷えるだろう。寝台のすぐそばに置いてあった寝室具を手に取り、ハディスがひざまずいた。ぎょっとしたジルに靴を履かせようと素足を取る。さすがに悲鳴を上げそうになった。この男は皇帝だ。子供相手でも戯れが過ぎる。皇帝陛下にそこまでしていただかなくても自分でできます。遠慮しなくていい。僕は妻にはひざまずくんだ。じっとして。ほらできた。満足げに下から微笑まれ、雷に打たれたような衝撃が全身を襲った。他に類を見ないような美しい男の微笑とくれば、もはやそれは攻撃である。打ち抜かれた胸を押さえてジルは内心で歯ぎしりする。男は顔じゃないとはいえ、正直好みの顔だ。どこにも隙がない。しかも顔だけじゃない。線が細く見えるが筋肉のつき方も姿勢も素晴らしい。全身が強い。どうしてこんな男が私にひざまずいて。はっと我に返った。自分はこの男に求婚したのだ。そして、どうなったのだろう。だが、乱暴に開かれた扉の音がジルの質問を遮った。鎧の音が響き、両開きの扉を挟んで鎧の兵隊が並ぶ。物々しい雰囲気に膝をついていたハディスが立ち上がった。向こうも君の目覚めを待ち構えていたようだな。ジル・サーベル、どういうことか話を聞かせてもらおうか。挨拶もなく部屋に踏み込んできたのはジェラルドだった。ハディスが目に入っていないのか、荒々しい歩調でまっすぐこちらへ向かってくる。君は何を考えている？私の話も聞かずに逃げた挙句。ジェラルド王子、こんな小さな子をいきなり質問攻めにするなんて、無粋だよ。横からハディスが割って入った。ジェラルドが冷ややかに応じる。失礼。ですが、ラーベ帝国には関係のない話です。だいたい、あなたの客間は別にあるはずですが、なぜこちらに？婚約者が倒れたら心配して見に来るのは当然じゃないか。あなたと彼女は婚約などしていない。国王も彼女の両親も認めないだろう。それに、彼女と婚約するのは私だ。そう内々に話が決まっていたのだからな。びっくりして顔を上げた。そんな話、聞いた覚えはないのだが。ああ、でもと、両親の顔を思い浮かべた。絶対に忘れてるな。お母様もお父様も。おっとりした両親は政治力にとにかく欠ける。だから、サーベル公爵家は功績の割に裕福ではない。しかし、
婚約が内々に決まっていたなら、ジルがジェラルドを拒むのは相当困難になる。王太子であるジェラルドのメンツを潰したことになるからだ。皇帝だからと知った顔で我が国の事情に踏み込まないでもらいたい。内政干渉だ。内政干渉？ただ君が振られて悔しいという話だろう。薄く笑ったハディスにジェラルドが眉をつり上げた。ピリピリした空気にジルがハラハラしてしまう。今の時点でジェラルドはすでに武人と名高く、兵も連れている。何かあれば一対複数だ。分が悪いのは目に見えている。だがハディスは落ち着いていた。そんなことよりももっと大事なことに目を向けるべきだろう。君はいずれこの国の王になるのだから。忠告はありがたく受け取っておこう。呪われた皇帝陛下の手腕では参考にできないが。苛立ちと侮蔑を込めた口調でジェラルドがやり返す。対するハディスはあくまで不敵な笑みを崩さない。分かってくれたなら結構。勝てない相手に歯向かうのは愚かだ。君と僕では格が違う。言ってくれる。私を侮辱する気なら。ふっと目を覚ましたようにハディスが金色の瞳を見開く。雰囲気が一変した。下がれ。瞬間、部屋全体の重力が増した。ガシャガシャと壊れるような音が響き、武器を落とした兵士が次々と膝をつく。立っていられないのだ。中には気絶したのか、卒倒した者までいる。魔力じゃない。ただの威圧感だけで。圧倒的な覇気だ。正面から圧を受けていないジルでさえそう気立ってしまう。その場から飛びのきたい思いをこらえながらハディスの横顔を見た。油汗をかきながらも立ったまま眠つけているジェラルドに向けてハディスが手を伸ばす。後始末は君に任せるよ。ハディスに肩を叩かれたジェラルドがそのまま尻餅をついた。噂通りの化け物が。歯ぎしりするジェラルドにハディスは穏やかに微笑む。そうすると空気を吸うことも許されないような重圧がいきなり消えた。ほっと息を吐き出したジルをハディスが抱え上げる。すまない、驚かせた。場所を移そう。高鳴りに似た高揚感を抑えてジルはうなずく。やっぱりこの男強い。探るようなジルの視線を受けてハディスが破顔した。君は平気そうだ。やはり僕の目に狂いはない。あれをやり過ごせなくては戦場では生き延びられる。今の自分は軍神令嬢ではないと思い出し、はっと口を塞ぐ。だがハディスは気にしていないようで、死死類々になっている兵士の間を悠々とすり抜け、廊下に出た。しかし、ここではゆっくり話もできそうにないな。ジェラルド王子があれで諦めるとも思えない。仕方ないか。愛は困難を伴うって本で読んだ。愛？いえ、本？大丈夫だ。君に手出しはさせない。顔がいい男が言うと思わずうなずいてしまう。だがはたと気づいた。今の私は10歳なんだよな。そしてこの男は今、20歳前後のはずだ。政治的な理由もなく大人の男性が10歳の子供と婚約するなんて、幼女趣味でもない限りありえないんじゃ。一気に頭から血の気が引くと同時に視界が一変した。君の魔力が安定してないようだし、移動は船にしよう。念のため持ってきてよかった。急いで周囲を見回す。先ほどまで高かった天井が一気に低くなっていた。寝台は一つ、
小さなテーブルと椅子もある。決して小さくはないが、広くもない部屋だ。小さな丸い窓が特徴的で、板張りの床がぎっしりときしみ、いや、揺れた。どこかに転移した。呆然とするジルを置いてきぼりにして、ハディスが微笑む。大丈夫だ。魔力で飛ばせば数時間でラーベ帝国の領土に入る。とジルが絶叫した時には船は海面を滑るように走り始め、丸い窓から見える故郷の港はあっという間に小さくなっていった。型破りな育ち方をしているが、ジルも貴族の令嬢だ。緊急事態とはいえ、いつまでも寝巻き姿で男性の前にはいられない。そわそわしていると、ハディスはすぐに察して船室の衣装ダンスを開いて見せてくれた。こんなこともあるかもしれないと思って。と説明された中には、ジルくらいの体型の女の子が着るもの、イブニングドレスからワンピース、乗馬服まで用意されていた。絶句するジルに好きなものを着ていいと言い残し、ハディスは出て行ったが、そういう問題じゃない。なんで用意されてるんだ。まさか最初から幼女をさらうつもりでクレイトスに訪問？考えるのやめよう。怖い。さらわれた幼女が自分かもしれないという事実からも目をそらしたい。ジルが選んだのは乗馬服に似た制服だった。軍事学校か騎士学校かのものだろう。これから何が起こるにせよ、とにかく動きやすさが優先だ。革靴まで一揃えあったのでそれも拝借することにした。運のいいことにサイズはぴったりだった。とりあえず、ジェラルドから逃げ出すことには成功したのだ。状況は好転している。多分。だが、このままで済むかどうかについてはまだ話が別だ。ジェラルドはクレイトス王国の王太子で文武両道、真面目で責任感が強く、その優秀さからすでに国政にも携わっており、評判だけなら現国王よりも高い。そんな男の求婚を退けるために一番手っ取り早いのは、彼と同等かそれ以上の男に盾になってもらうことだ。だから、ハディスとの婚約はこれ以上ない盾になる。わかっている。と、ここまで考えるとやはり、行き着く問題が一周した。どうなんだ？幼女趣味なのか？変態の次にまた変態って、どれだけ男運がないんだ私は。というかこの大陸の最高位につく男は、実は変態しかいないのか。そして最大級の問題は、そんな男を愛せるのかということである。これじゃないあれじゃないと次を襟好みする気はない。結局、人となりは付き合ってみなければわからないものだ。付き合っても騙されるばかりである。だからって、次もハードル高すぎだろ。私に救いはないのか。もう入ってもいいかな。コンと船室の扉を叩く音がした。慌ててジルは応じる。すると自らティーポットとカップを揃えたハディスが入ってきた。酔い止めが入っている薬湯だ。飲んでおくといい。豪邸にお茶を用意させてしまった。その事実にひっぱたかれたかのように目が覚める。お茶でしたら私が。危ないだろう。簡潔に言われて、ジルは気づいた。お茶を入れるテーブルが、ちょうど自分の首元ぐらいの高さにあるのだ。少し背伸びをしなければ、お茶を入れられない。豪邸だなんて気を使わなくていい。気楽にしてくれ。僕らは夫婦になるんだ。気が早いですね。まだ正式に婚約もしてないのに。何事も早く自覚を持つことに越したことはない。それに、これは薬湯だよ。お茶というほど形式ばったものでもない。少し苦いから、口直しにはこれを。ハディスが手のひらを上に出した。と思ったら、何もない空間からポンと音を立てて、
小さなケーキが出てくる。雪のように真っ白なクリームの上にたくさんのイチゴがこれでもかと敷き詰められ、宝石のようにつやつやと輝いていた。ケーキが光ってる。こんなの見たことないぞ。そういえば昨夜のパーティーから、ややこしい時間感覚だが、6年後の牢の中から何も食べていなかった。思い出したようになりかけた腹を抑える。本当はもう少し軽いものを用意したかったんだが、あいにくこれしかなくてね。これで十分です。むしろこれがいいです。いただいても？そのために用意したんだ。さあ、どうぞ。食欲に全てを持っていかれたジルは、目を輝かせて切り分けられたケーキを頬張る。クリームは上品な甘さで、イチゴの酸味をまろやかにしてくれる。スポンジはふんわりと弾力があり、口に含むと香ばしさがかすかに残っているのが分かった。端的に言うと、ものすごく美味しい。口に合ったかな？ならよかった。幸福のあまり言葉を失って首を縦に振るだけのジルの斜め前に、ハディスが腰掛ける。生きててよかった。そういえば、ラーベ帝国の料理って食べたことないな。皇帝の妻になれば、ラーベ帝国の料理食べ放題ではないだろうか。別に愛がなくたって美味しい食べ物があれば案外人生乗り切れる気がする。あっさり結婚に心が傾きかけたところにふと横から影がさした。クリームがついてる。ハディスはジルの唇の端を親指で拭い、あろうことかそのまま親指についたクリームを舐めとった。ボンとそのまま頭から湯気が出そうになったジルだが、すぐにハッとする。子供相手に平然と手が早いんじゃないか。ときめいている場合じゃない。ごくんと糖分を体に補給して勢いよく顔を上げる。恐れながら皇帝陛下は私との婚約についてどこまで本気でいらっしゃいますか？カップを受け皿に置いてハディスが何度か瞬きした後、首をかしげた。質問の意味がわからない。もっと的確に言ってくれないか。私はまだ10歳です。理想的な年齢だ。ゾワッと鳥肌が立った。だがハディスは満足げに語る。14歳未満でそれだけの魔力を持っている。まさに僕が追い求めてきた理想の女性だよ。しかも僕に求婚してきたんだ。それって僕を好きってことだよな。余裕を持つならあと2、3歳は下でもよかったが、贅沢は言わないよ。僕の完璧な幸せ家族計画はこれぐらいでは揺るぎはしない。皇帝陛下がまさかの幼女趣味の変態。しかも子供のざれ言を真に受けて誘拐する分別のないバカだなんて。思わず漏れ出た感想にはっと口を塞ぐ。相手は皇帝だ。子供でも無礼は許されない相手だ。現にハディスは優しい面差しから一変して若干冷ややかな顔になっていた。ざれ言。いえ、高貴な方々にはありがちな趣味ですよね。それは求婚が嘘だったという意味なのか。気にするのはそこか。だがハディスは、いやまさかと自重気味に独りごちる。ありえない。この僕が子供に騙されてたなんて。そんなバカな話が。顎に手を当てて真面目に考えていたハディスの目がこちらに向いた。一応確認する。あるのか。ないのか、あるのか。どっちだ。はっきりしてくれ。実は事情がございまして、申し訳ございません。陛下のことは何とも思ってません。求婚は嘘です。沈黙の後でハディスがふらりとよろめいた。
と思ったら、カッと金色の両目を開いてうなる。ラーベ、笑ってないで出てこい。ぶわっとハディスの肩周りから魔力のもやが立ち上った。思わず身構えたジルの前で白銀の魔力が白く輝く生き物へと形を取り始める。竜？いや、蛇？正確には翼の生えた蛇だろうか。不思議な形の生き物だった。だが静かに開かれた金色の瞳が、白銀に輝く鱗が、しなやかな死体が、溢れ出る魔力が、すべてのものに膝をつかせるほど神々しいそれが、ゲラゲラと笑い出した。だから言っただろ、こんな都合のいい話ありえねえって。それをお前は浮かれて真に受けて、この恋愛知識ゼロ工程が。ハリスは神っぽかった生き物をペシッと床に投げ捨てて椅子から立ち上がり、腰の剣を抜いて振りかざす。今日の夕食は焼き龍神の串刺しだ。お前、もう少しいたわれよ。国境を越えてやっと出てこれたっつうのに。言い残す言葉はそれだけだな。お前は頑張ったよ。紫水晶とかな、一生懸命考えたよな。ハリスは真っ赤になって蛇のような動きで逃げ回る生き物を剣で突き刺そうとする。お前が口説けって言ったから、確実に逃がさないためには必要だと。いや、でも悪くはなかっただろ。なあ嬢ちゃん、こいつ顔だけは絶品だし。神々しさなどかけらもない光景に呆然としている間に、串刺しから逃げ回っていた生き物がスルスルとジルの足元から登ってきた。ちょうど肩のあたりにちょこんと乗ってジルをじーっと見つめる。俺の声が聞こえてるし見えてるよな。それに驚きもしねえ。肝が据わってんな。十分驚いてますが。謙遜するなって。普通悲鳴とかあげるだろ。怯えるとか気絶するとか。僕のあの圧に耐えられるんだ。これくらい当然だろう。何よりこれだけ魔力を持っていたら、こんな怪奇現象ぐらい日常茶飯事だろうさ。ジルが間に入ったことで冷静になったのか、ハディスが剣を収める。怪奇現象？竜神を怪奇現象扱いかよ。これだから最近の人間は。竜神なんですか？竜神ラーベ？また話が脱線する前に思い切って聞いてみた。ハディスがふっと嘲笑する。どう見ても蛇だが、そうらしいよ。誰が蛇だ？俺は竜だ。竜神ラーベ様だ。そう言われても翼の生えた蛇にしか見えない。おとぎ話じゃなかったのか、あの伝説。ここプラティ大陸の成り立ちは、愛と大地の女神クレイトスと断りと天空の竜神ラーベの戦いから語られる。その神の力を分け与えられた眷属がクレイトス王族とラーベ皇族だと言われているのだ。神話から建国まで人間を巻き込んで1000年に及ぶ争いを、それぞれの国と子供たちは子守歌代わりに聞いて育つ。クレイトス王国は女神の加護として魔術大国の側面を持ち、大半の国民が大なり小なり魔力を持つのが当然で、強い魔力を持つ者も多い。一方、ラーベ帝国は魔力を持つ者はそう多く生まれない。その代わり、クレイトスにはいない竜が生まれる。他にも大地の実りの際など細かい違いがあるので、ジルも神話や神の存在をまるっきり嘘だと思っていたわけではない。だが建国から1000年、まさかまだ神が存在するとは思わなかった。ジルの鎖骨周りをぐるりと回り、ラーベが頭の上に乗る。俺が見えて喋れる。条件はぴったりなんだよな。年齢は、アディス、お前19だっけ？この嬢ちゃんは？10歳だそうだ。
9歳差だから珍しくもない。常識の範囲内だよ。はあ？思わず叫んだジルに両腕を組んだハディスが振り返って眉を潜めた。常識だろ。僕の母は16の時40の父と目合わせられた。でも私はまだ10歳でして、お世継ぎの問題とか。世継ぎ。口の中で繰り返して思案したハディスがいきなりカッと頬を赤く染めた。まだ出会ったばかりで子作りの話なんてどうかと思うな。怒っているようだが視線を泳がせている姿がひたすら初々しい。さながら初めて根屋に引きずり込まれた乙女のような反応に、なんだかジルの方が死にたくなってきた。なのにハディスは身振り手振りで何やら一生懸命解説を始める。そういうことは手順が大事な。もっと話をしたり、一緒にお茶を飲んだり、手紙のやり取りをしたり、お互いを分かり合う時間を取る必要があるって、そう書いてあった。失礼ですが、外見と中身が合ってなさすぎませんか？やっぱ本を読ませただけだと偏るな。ラーベを見るとてへっと舌を出された。製造物責任者は龍神だ。頭を抱えたくなっているとふとハディスの視線が落ちた。外見と中身が違うか。つまり僕は期待外れだったということだろうか。本当に求婚は嘘だったんだな。両親に突き刺さる悲哀に満ちた声だった。だがほだされるわけにもいかない。ジルは恐る恐る言い返す。むしろ本気にしてはいけないことでは。私はほらまだ子供ですよ。そうだな。いや、分かっていた。14歳未満で尋常ではない魔力を持っていて、僕みたいな呪われた皇帝を好いてくる女の子なんて、そう都合よく現れるはずがない。やっぱり僕は騙されたのか。僕はいつだってこうだ。哀愁を帯びたまつげが震え、陰りを帯びる。金色の瞳からは今にも涙があふれそうだ。ものすごい罪悪感がこみ上げてきた。あーあーとラーベがジルの頭の上でつぶやく。落ち込ませた。ガルガルしこいつに求婚なんてするからだぞ、お嬢ちゃん。責任取れよ。私のせいでしょうか？そうに決まってんだろ。こいつは弱いんだよ、心も体も。ラーベ、彼女を責めるな。悪いのは僕だ。確かに10歳の子供の求婚を真に受けるなんてどうかしている。どんなに強がってみたところで僕にそんな幸せがやってくるはずがないって知ってたのに。テーブルに手をついてハディスが憂いに染まった金色の瞳で自称する。浮かれてしまったんだ。一生かけて幸せにするなんて言われたのは初めてで。言った。確かに言った。いや、いいんだ。ひとときのいい夢を見させてもらった。そう思えば。私こそ子供だからと甘えて軽率なことをしてしまい。この借りはいずれ何らかの形で返そう。君の名前は忘れない。やや焦点の合ってない目でハディスが微笑む。サーベル辺境領だな。決して忘れない。決してだ。それはどういう意味ですか？今なら大ごとにはならないだろう。君はちゃんとクレイトスに返すよ。金色の瞳が物騒に光って見えるのは絶対に気のせいではない。このままでは故郷がラーベ皇帝に目をつけられてしまう。しかも肝心なことを思い出した。ここでそうですかと戻ったら待っているのはジェラルドだ。でも本当に嬉しかった。はっと顔を上げた。ハディスは驚くほど澄んだ瞳で微笑む。ありがとう。
ジルが求婚にうなずいた時、ジェラルドはこんなに喜んでくれただろうか。そしてこれから先、こんなに喜んでくれる人が現れるだろうか。責任を取ると決意して求婚したんだろう、ジル・サーベル。どんなに言い訳しても自分は裏切れない。何より自分が利用するために求婚し、いらなくなったら捨てる。それは自分がジェラルドにされたことと同じではないか。この皇帝は悪くない。多分悪くない。きっと悪くない。おそらく悪くない。一人残らず殺せ。6年前の話だ。今はまだまともに見えるし、時間はある。幼女趣味だの闇落ちだの、それがどうした。どこぞのシスコンと違ってまだ疑惑だ。愛だって戦争だ。今から攻勢作戦を立てて攻略すればいい。ような気がしないでもないよな。残りのケーキはお土産に持って帰るといい。よし、いい男だ。宣言撤回します。私でよければ結婚してください、皇帝陛下。ガシャンと音を立てて、ハディスが持っていたカップを落とした。何がまた突然言い出すんだ。不安にさせてしまい申し訳ございませんでした。それとも撤回は不可能でしょうか。だが君は本気ではなかったんだろう。困惑しているハディスをジルはきっと見上げた。これから本気にすればいいのです。ケーキに比べれば些細なことです。やめてくれ。またそうやって僕を惑わそうとするのは。私に二言はない。胸を張ったジルにハディスが大きく両目を開いた。信じてください。あなたを必ず公正、いえ幸せにします。生涯をかけて。それじゃあついにできるのか。僕にお嫁さんが。ラーベ、聞いたか。ああ、聞いてる聞いてる。お前もジョーちゃんもおかしいって話だろ。いいんじゃねえの。なんだっけこういうの。割れ鍋に閉じ蓋。ですが私がまだこの年齢ですし、恋とか愛とかそういう生々しい関係は当分なしで、形だけの夫婦関係をお願いできると。いきなり抱き上げられたと思ったら、ぐるぐる回された後に抱きしめられた。形だけでいい。ありがとう。大事にする。僕の紫水晶。心の底から喜んでいるとわかる声に、ジルの頬にもつい熱がこもる。だがすぐにハディスはハッとしてジルを離した。すまない。嬉しくてつい。まだお茶をしたばかりの関係だった。キリッとした顔で言われるとなんだか脱力してしまう。